まあ世の中一般的に素材はたくさんあるわけですけども、例えば個体っていうのも世の中に目覚めにあるとですね、この表面で物っていうのは音を跳ね返るんです。大抵の場合は、空気と個体はね間にだいぶの密度差があるので、音が伝播してきた時に個体の表面で跳ね返ってくるわけですけれど、でそれを吸収する材質として吸音材が世の中にはあって、でそれを使ってる吸音材って大体スポンジ状だったりとかウェーダンフォームだったりとか、この岩炭に包まれてもこういうのだったりそうですけど、こういうのの中で音を吸収するのを選んで今まで作ってきたわけなので、素材選びによって一般的には吸音材の設計をやってきたっていうのが現在のこの社会だと思いますけれども、そういったところでじゃあ任意の特性を持った吸音材って作れるかっていうのは、一つチャレンジングな課題ですけど、でもそれをじゃあ例えば、音が跳ね返ってしまう、個体だから音が跳ね返ってしまうのはしょうがないんだけど、中の共鳴特性を使って音を吸ってくれるような、音を吸音してくれるような素材っていうのがないかなっていうのが、この岩セミの音響メタマテリアルとしての一つのコンセプトですと。でそうした時にじゃあ、特定のパラメータ、じゃあ例えば、これが一番分かりやすいんですけど、共鳴するための体積とか、その中の共鳴管の配置とかを一定変えてやると、特定の周波数だけを吸収したりとか、特定の周波数だけを反射したりとか、そういったようなものを持つブロックがありますね。でこのブロック A は特定の特性を持ってて、このブロック B は他の特性を持ってた時、じゃあこのちっちゃいものがいくつか重なっていたら、それで吸音特性が変わったりすることができるかっていうところは一つチャレンジングなところですけれども、それができるようになったのがこの岩炭というプロダクトでございます。でこれによって、材質の選択は自由になったので、例えば透明でガラスに貼り付けたりとか、例えばじゃあもっと他のカーボンニュートラルを目指すのであったら木工で作ってみたりとか、そういったことができるようになったっていうのが非常に大きい発展でありまして、メタマテリアルの研究っていうのは、僕はもう大学でやってますけれども、いろんなところで研究されてきてるんですが、こうやって一般の市場に流通する商品になってるっていうのは非常に面白いことなのかなと思います。これからこの社会にはこういってコンピューテーショナルにコンピューターで設計してその特性を決めた素材っていうのがより今まで以上に社会に出てくるようになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、力学的な工学的な変形するメタマテリアルだったり、光を曲げるメタマテリアルだったり、電波を吸収するメタマテリアルだったり、多くはね、建築から、家具から、そうですね、軍事から、いろんなところで研究されてきたわけですけども、その中で音を吸音するメタマテリアルが平和に会議室だったりとか各ご家庭だったりとか、そういうところで使われていくっていうことが、非常に僕としては技術の望ましい発展だと思っていますので、ぜひ皆さんこういったメタマテリアルの発展だったりとか、メタマテリアルの行く末っていうのを我々のプロダクトを通じて見ていただければと思います。